どうも SM サインサバの3年生のファヒモフィです。よろしくお願いします。はい、本日の動画で今年の大傑作のミステリーアニメをネタバレせずにご紹介したいと思います。少なくとも私はそう思いますよ。はい、字幕もあるので日本語が苦手方でもぜひ最後までお付き合いください。ということでさっさとこの大傑作のアニメのことを話しましょう。皆さんオデタクシーを聞いたことがありますか？初めて聞いた時にただの運転手さんの話じゃん、どうやってこのタクシードライバーからこの傑作ミステリーアニメになれるわけか。その考え方は間違えました。あらすじだけ読んでこのオデタクシーは絶対に分かりませんよ。オデタクシーには気になったキャラクターが3人います。まずはもちろん主人公の小戸川さんです。この41歳のオデタクシードライバーの性格は冷たくて真面目な人です。でも心の奥にめっちゃいい人だと思います。なぜかこの冷たい人になったかオデタクシーに任せます。次は田中さん。彼の話はめっちゃ辛かったです。こいつの小さい頃からの問題が大人になってもまだ解決していません。最後はドブ。ネタバレせずには無理なんですからやり方は違うしか言えません。もう一回改めて運転手さんってさ、いろんな人があって変な人も会えるよね。とにかくオデタクシーはただの運転手さんの物語じゃなくて社会と人の裏面を見せるのです。例えば汚職とか有名人になる問題とか最近のガチャ中毒とかいろんな教訓が詰まってるってことです。すなわちめっちゃ深い物語です。ちなみにこれは自分で描いたの小戸川さんですけど、どう思いますか？この描いたよりもっと大事なポイントがありますよ。はい、この動物の姿、友達から友達だけじゃなくて人々から聞いたんですけど、この動物の姿は好きじゃないなと思ってる方もいると思いますから、この動物の姿とオデタクシーのキャラクターはほとんど関係ないです。安心してください。動物のパワーとかありませんよ。ただの人間の話です。気にしないでください。はい、やっぱりさ、私にとってオデタクシーの魅力は最初で関係ないみたいな話してるんだけど、それかなるほどってことになる。はい、オデタクシーを見たら絶対に最後まで付き合ってください。頼む。半分だけ見ると全然理解できませんよ。未完成の話なんですから。オデタクシーは13話だけです。オタクだったらきっとわかるんですけど、普通にたくさんアニメを見たらプロットが予測ことになります。でもオデタクシーは違う。オデタクシーは特別な物語を送るから私はよく予測できませんでした。その100つぐらいアニメを見た中でプロット的にオデタクシーは最高ですから、ぜひぜひミステリーがお好みの方はこのオデタクシー見てみてください。久しぶりにアニメを見ていない方もこのオデタクシーがおすすめします。そういえば日本人から聞いたんですけど、オデタクシーが放送してる時にタクシーを乗ったら絶対にオデタクシーの宣伝が見えますよ。皆さん時間があったらいつかこのオデタクシーを見てみてください。めっちゃ深くて面白くて不思議なアニメです。公開させませんよ。なぜかこのアニメは TikTok にバズってないのは変だと思います。ということでこの動画は以上になります。いかがでしたか？最後まで付き合ってくれてありがとうございます。日本人の YouTuber だったらきっとこう言うから、この唯一の機会で言いさせてください。はい、この動画の下でいいねボタンをよろしくね。チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあいつかまたね。